今回は紅葉の湖を描いていきたいと思います。使用している画材については動画下の説明欄を参考にしてください。それでは早速描いていきたいと思います。まずは空の部分を塗っていきます。ユニの水彩色鉛筆ライトブルー847番で上の空の部分と湖に映り込んだ空の部分を塗っていきます。半分から下を湖にしたいので、空の部分は上から4分の1くらいまで塗りたいと思います。上の方を濃いめにしてだんだん色を薄くしていきます。で下側にも塗っていきます。下はこちらと上下が対称になるので、下の方を濃いめにしてだんだん薄くなるように上に向かって色を塗っていきます。下を濃いめにしてだんだん薄くなるように、こちらも下から4分の1くらいまで塗ります。こんな感じで塗れたら水筆を使って溶かしていきます。軸の部分を軽く押して筆先に水をなじませてから使います。色の薄い方から濃い方へ向かって溶かしていきたいので、まずはこの上の部分は下側から上に向かって溶かしていきます。筆先を下に向けて、でこの色の塗っていない白い部分から水がつくようにマスキングテープの上に大きく筆をついて、そのまま横にゆっくり動かしていきます。左右に動かして溶かしながら上へ上がっていきましょう。こんな感じで溶かせたら筆はきれいにして、まずはこの部分を先に乾かしてしまいます。乾いたら次にこの下の部分を溶かしていきます。こちらは上の方が色が薄くて下が濃いので、上から下に向かって溶かしていきます。筆先は上に向かってペタッと大きくつきます。で左右にそのままゆっくり動かして、でもし筆に水があまりついてないようだったら軸を軽く押して筆先に水を送ってやります。左右に動かしながらゆっくりと下に下がってきます。こんな感じで溶けたら筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。マスキングテープの上に絵の具が残っている場合は軽くティッシュで押さえておきましょう。続いて山の輪郭を描いていきます。ユニの水彩色鉛筆レモンイエロー805番で、まずは真ん中に水面の線を描きましょう。ここから下が湖になります。でこの上の部分にまずは山を描いていきましょう。こんもりした山を描きます。で水面に映っている部分は上下対称になるように、こちら側にも同じような形を描いておきましょう。こんな感じで描けたら、もう一つこちら側にも山を描いておきます。こんな感じで描けたら色を塗っていきます。もしこの山の部分に青い色がかかっているようであれば、消しゴムを使って山の部分の青い色を少し消しておきましょう。こんな感じで綺麗にして、で黄色をまずは塗っていきます。先ほどと同じレモンイエロー805番です。でこんもりした塊、木の塊があるようにくるくると色鉛筆を動かしながらこんも
もりした形を描いていきます。で、上下対称になるように下側にも描きましょう。で、これを何箇所か作っていきます。こんな感じで描けたら、とりあえずこの右側の山の部分だけ描いたらお水で溶かしていきます。こちらはユニの水彩色鉛筆の24色セットについている筆を今回は使います。筆先があまり尖っていないものを使った方がいいと思います。筆にたっぷり水を含ませたら、ちょっとタオルの上で水分を拭き取ります。で、筆を立てて上から叩くようにして溶かしていきます。筆を上からトントンと軽く叩くようにすると、こんな感じでちょっと筆先がバサバサっと割れてくるので、これを利用して木の葉っぱを描いていきます。で、少し筆をくるくると軽く回転させながら上から叩いて溶かしていきます。で、この水面に映った部分も溶かしていきましょう。同じように上から叩くようにして溶かしていきます。水が足りなくなったら水をもう一度含ませて上から軽く叩いて溶かしていきます。黄色い部分を全部溶かせたら筆はきれいにして、この部分を一旦ドライヤーで乾かします。乾いたら次にオレンジ色を塗っていきます。ライトオレンジ813番で、この白い部分ですね、白く抜けた部分にオレンジを足していきます。ただこの後緑色も入れたいので、緑を塗る部分を残してオレンジ色を入れましょう。全部白いところを塗ってしまわないように気をつけてください。これも同じようにくるくるっと回転させながら、ちょっとこんもりした感じができるように塗っていきます。上下対称になるように下側にも塗りましょう。こんな感じでところどころ塗れたら、ここも同じように筆に水をつけて溶かしていきます。筆を立てて上から軽く叩くようにして溶かします。こんな感じで溶けたら筆をきれいにして、この部分もドライヤーで乾かします。乾いたら次に緑色を入れていきます。サップグリーン867番をこの白く残した部分に入れていきましょう。こんな感じに塗れたら、筆に水をつけて上から叩いて溶かしていきます。溶けたら一旦乾かします。完全に乾いたらこちらの左側の山も塗っていきましょう。同じように塗っていきます。山の境目が分かるように黄色の隣には違う色が来るように塗りたいので、まずはレモンイエロー805番から塗りますが、黄色の隣にすぐ同じ色が来ないようにちょっと違う部分に塗りたいと思います。こんな感じに上下が対称になる感じに塗っていきます。ここも1色ずつ筆で溶かしていきます。黄色から順番にライトオレンジ、サップグリーンという順番にこちらの右側の山と同じように描いて絵の具を溶かしていきます。
続いて湖の水面の部分に質感を入れていきたいと思います。水筆を使って横向きに線を入れるようにして絵の具同士をなじませて水面の感じを出していきます。この真ん中から下が湖になるので、真ん中から下の部分をこんな感じで軽く横に動かして、ちょっと絵の具をこう横になじませる感じですね。で、色同士があまり混じってしまうと汚くなってしまうので、ちょっと1色ずついきましょう。オレンジの部分はオレンジの部分だけで横向きに動かして、筆をきれいにしてから緑色の部分は緑色の部分だけをこんな感じで軽く横に絵の具を伸ばしていきましょう。山の稜線の部分をこんな感じで横にぼかすようにしてちょっとなじませておきましょう。これくらいになったら一旦乾かしましょう。完全に乾いたら今度はこの水面から上の部分にちょっと色を足していきます。カナリーイエロー808番でこの黄色い部分にちょっと色の濃いところを作ります。最初に塗った時のように小さな円を描くようにしてくるくるくるっところどころ濃い黄色を入れましょう。で、こんもりした感じにしたいのでちょっとこんもりした山の下の部分に入れるといいですかね。ちょっと下の方に影を入れる感じに濃いめの黄色を入れておきます。ここが水面なのでこの水面から上の部分ですね。で、ちょっと下にも映り込み少し入れたいのでちょっとだけ横向きに軽く色を入れておきましょう。ところどころ入れたらオレンジ色もちょっと濃い部分を作ります。下塗りをした時と同じライトオレンジ813番でこれも影の部分に色が入るイメージでくるくるくるっと動かしながらところどころに濃い色を入れましょう。様子を見ながら足りないところにだけちょっと足す感じで大丈夫です。続いてペイルジェラニウムレイキ821番でこのオレンジ色の上にちょっと赤い部分も作りたいと思います。で、この木の上の方、太陽に当たる部分が赤く紅葉するのでこれは上の方に入れましょう。オレンジ色のちょっと上の部分をところどころ赤く色づける感じにして赤い色を入れていきます。で、黄色の上にちょっと重ねてもいいです。こんもりした感じになるように少し赤を入れていきましょう。で、水面に映っているところにはちょっと横向きに動かしてほんのり入れる感じですね。で、緑色も濃くしていきます。サップグリーン867番でこんもりした緑色の部分の下の方に入れていきます。ちょっとね、色のバランスを見ていただいて緑が足りないなって思うところにはちょっと黄色の上なんかに緑色を重ねて緑の部分を増やしてもいいです。で、増やしたらちょっと下の部分にも軽く緑色をのせておきましょう。これくらいにかけたら最後に手前にちょっと木を描いていきたいと思います。バンダイキブラウン876番でこちら側に手前に生えている木を描きたいと思います。左下の部分からちょっと濃いめに幹を描きます。で、上へ枝を伸ばしていきましょう。こ
こんな感じで枝が描けたら、ちょっと紅葉した葉っぱを描いていきたいと思います。ペイルジェラニウムレイキ821番で、この上の方にだけ少し葉っぱを描きます。ちょっと色鉛筆をこう横向きに動かす感じにして、葉っぱの塊を描きましょう。でこの部分も軽く溶かします。水筆で軽く上から叩くようにしてところどころ溶かしましょう。で最後にこの水面の部分に軽く影を入れる気持ちでバンダイキブラウン876番で横向きにちょっとだけ線を入れたいと思います。この水面のちょうど際のところですね。ここに薄く横向きに線を入れましょう。でちょっとここから生えてる木の幹がうっすら見える感じに、ちょっとところどころ焦げ茶を入れておきます。濃く入りすぎたところはちょっとだけ消しゴムで消して色を調整します。この緑とか赤とかちょっと暗いところに入るといいですかね。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方は是非チャンネル登録、高評価、あとはコメントなどもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。